こんにちは、遊戯王の知恵袋チャンネルです。遊戯王には個性的なキャラクターがたくさん登場するのも魅力の一つですね。そんなキャラクターたちを一人ずつ取り上げて紹介していきたいと思います。今回は主人公遊戯の親友であり、作中で活躍するデュエリストの一人、城之内克也についてご紹介します。公式に明かされているプロフィールをはじめ、人柄や取り巻く人々を使用するデッキについてなどをまとめています。なお、説明の都合上、遊戯王の原作やアニメのネタバレを少し含むので、避けたいという方はご注意ください。表情豊かなムードメーカーで活躍するデュエリストの一人でもある遊戯の親友。愛称はシンプルに名字の城之内のほか、会話から呼ばれるポンコツも定着しています。誕生日は1月25日で水亀座ドミノ高校に通う高校2年生で、主人公の遊戯や仲間たちと同じクラスです。身長は178センチ、体重は62キロです。高校2年生男子の平均身長は169センチのため、体格が良い方と言えます。血液型は B 型です。好きな食べ物はカレーライスで、嫌いな食べ物は特になしとなっています。プロフィールが公表されているキャラクターのうち、嫌いな食べ物がないのは33名中4名と、やや珍しい設定です。あえて嫌いな食べ物がないとされている理由を考察すると、城之内の場合何でも食べそうな明るい性格もありますが、新聞配達をして学費を工面するなど、金銭的に苦労している複雑な家庭環境が影響しているのかもしれません。家族構成は父親との2人暮らしです。妹がいますが、6年前に両親が離婚しており、母親と妹は遠く離れた場所で暮らしています。母親はアニメでのみ登場しますが、城之内が克也と名前で呼ばれる、ある意味貴重なシーンです。父親は酒浸りで、城之内が新聞配達のアルバイトで生計を立て、父親の多額の借金を少しずつ返しています。城之内の明るいイメージからは驚くほど家庭の事情が複雑で、苦労人です。その影響か中学時代は荒れていて、喧嘩に明け暮れていました。また、城之内の名前の由来について作者の高橋先生がインタビューで語った内容によると、城之内の城という音は友情の情から来ており、遊戯の遊と城之内の城を合わせると友情となります。友情は遊戯王のテーマの一つなので象徴的な名前と言えますね。作中で遊戯はみんなから遊戯と名前で呼ばれ、城之内は身内を除き城之内と名字で呼ばれるのも、この友情という名前の由来が理由の一つと考えられます。二人が握手をしているイラストで友情という名前のカードにもなっています。一方、城之内の下の名前の克也は克服から来ているようです。高橋先生は遊戯王のキャラクターになるとしたら誰という質問に対して城之内と答えており、その理由としていつも自分の弱さを克服しようとしているからとおっしゃっています。信じた仲間は絶対に裏切らない情に熱い人物です。感情が行動に出やすい単純な面もありますが、曲がったことが嫌いで義理や人情を重んじるまっすぐな心意気を持っています。人を信じやすい性格ゆえに騙されやすいのがたまに傷で罠にはまったことも、腕っぷしが強くリアルファイト担当でもあります。4対1でも頬に一発のパンチしか食らわないほどの実力です。一方でオカルトやお化けの類が苦手で、デュエリストの王国編で墓場フィールドを見て気絶したこともあります。お調子者の一面もあり、普段はムードメーカーですが、いざという時には頼りになり、仲間のために身を挺したことも何度もあります。また、勝負強く強運の持ち主なので、それを活かして数々のデュエルで逆境を切り抜けてきました。武藤遊戯、固い絆で結ばれた親友。はじめは気弱な遊戯にイラついて絡んでいましたが、その城之内を友達だと言ってかばう遊戯のひたむきな思いに心を動かされ、次第に友情を深めていきます。今ではお互い命を懸けて信じ合い、守り合えるほどの友情で結ばれています。闇遊戯。遊戯と同じく親友であり、真のデュエリストとして憧れ、切磋琢磨する存在。闇遊戯のデュエルや戦う姿から多くを学び、成長していきます。バトルシティ編では真のデュエリストとなり、闇遊戯と交わした対戦の約束を果たすために戦いました。本田博人、中学時代からの悪友で信頼し合う中、城之内のことをよく理解しており、暴走しがちな城之内を止めたり、奮い立たせることもあります。間崎杏子、いつも行動を共にする仲間、お調子者の城之内のツッコミ役となることもあります。初期には杏子にデュエルで負けたこともありました。河合静香、
離れて暮らす大切な妹。両親が離婚し、母方に引き取られたため名字が異なります。生まれつき目を患っており、いずれ失明してしまう妹を助けるため、城之内はデュエリストとして戦うこととなりました。孔雀舞。デュエリストとしてのライバルであり、大切な仲間となった一人。デュエリストの王国編での戦いを経て徐々に親しくなり、城之内が弱気になった時には叱咤激励し、背中を押してくれました。舞の窮地には、城之内は命がけで戦いに挑みました。海馬瀬と、クラスメートで犬猿の中、レスティ編で敵対し、その後も何かと見下してくる海馬を、城之内も目の敵にしてよく突っかかっています。お互いの実力は認めているようなので、喧嘩するほど仲がいいのかもしれません。武藤すごろく。遊戯の祖父でアニメデュエルモンスターズでのデュエルの師匠。城之内にカードの心を教え、素人だった城之内は町内大会8位になるまでに成長しました。アニメオリジナルの KC グランプリ編では指定対決も実現しました。城之内のデッキは炎の剣士、ギアフリード、パンサーウォリアー、ロケット戦士といった戦士族、重戦士族のモンスターを中心に使用します。主力モンスターはレッドアイズブラックドラゴンとギルフォード・ザ・ライトニングです。レッドアイズはもともとはダイナソー龍崎のカードでしたが、デュエリストの王国編で龍崎に勝利したことで手に入れ、その後は城之内が信頼を置く魂のカードとなります。ギルフォード・ザ・ライトニングは城之内のモンスターの中で最高クラスの攻撃力と特殊能力を持つモンスターで、バトルシティ編の闇マリクとのデュエルで活躍します。原作ではこのデュエルのみの登場ですが、アニメ版ではその後のオリジナルストーリーでも活躍します。また、城之内は他のデュエリストと比べて強いカードを持っていないこともあり、人からもらったカードを受け継いで使用するのも特徴です。先ほどのレッドアイズに加え、遊戯からもらった時の魔術師とベリードラゴン、ライバルたちからもらった人造人間サイコショッカー、伝説のフィッシャーマンなどがあります。原作者によるキャラクターのデッキ傾向解説では、城之内は魔法カードの扱い方が下手で、喧嘩っ早いので戦士族が主力、彼は熱血野郎なので属性は炎が多い、という風に語られています。戦術については、持ち前の強運を生かしたサイコロやルーレットなどのギャンブルカードでの逆転や、相手の戦術を逆手にとって利用するカードを使った意表をつく戦い方が特徴的です。戦術を真似して活用したり、高い攻撃力を跳ね返したりと相手の力を利用するのがうまく、応用力の高さが伺えます。最初は初心者からのスタートでしたが、相手が強敵であればあるほど闘志を燃やす姿勢で、強敵との激戦を重ねるごとに大きく成長していきます。バトルシティでベスト4。アニメオリジナルのドーマ編で伝説の騎士の一人に選ばれるなど、遊戯や海馬と肩を並べるデュエリストとなりました。ということで、今回は主人公の親友、城之内克也についてご紹介しました。最初は初心者でしたが、自分よりも強い相手に挑戦するという信念を持って強敵に立ち向かい、徐々に一人前のデュエリストに成長していく城之内の姿は応援したくなる方も多いのではないでしょうか。城之内シスやアブをはじめ、面白い要素も豊富で、広く愛されているキャラクターですね。今後他のキャラクターも紹介していきたいと思いますので、詳しく知りたい一押しのキャラクターをコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。このチャンネルでは遊戯王の原作漫画アニメの魅力を伝える内容を扱っていきます。ぜひもう一本動画を見ていただけたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。